こんにちは、スタルケルです。ということで今回は来ました。バンダイよりアニマギア発売されたので早速見ていきましょう。ということで、これがね、アニマギアの第2弾になっておりますね。5つ発売されたので、はい、それでは1つずつ見ていきましょう。まずは、こちらですね。このバスターギガラプトを見ていきたいと思います。で、このアソートを見たんですけど、こういう感じになってました。このバスターギガラプトがね、3つで一番多くて、で、このバリアブルシャークレスキューですね。これが1つだけっていう感じでしたね。他のアソートがどうなってるかわかんないんですけど、とりあえず自分が見たやつはそうなってました。ということで、早速これから見ていきましょう。はい、ギガラプトの箱はこういう感じになっております。はい。で、後ろですね。はい、こういう感じになっております。それでは早速、開けていきましょう。中身を取り出すと、はい、2種類のランナーと、はい、シール、そして、はい、ガム。で、この箱の裏に説明書が載っているっていう感じですね。それでは早速作っていきたいと思います。ということで次はこのブレイドボルガを見ていきたいと思います。で、作ったやつは最後にまとめて、はい、出したいと思います。はい、ブレイドボルガの箱はこういう感じになってます。後ろ以外一緒ですね。はい、それでは早速開けていきます。ということで中身を取り出すとこのような感じになっております。で、説明書ははい、こういう感じですね。はい、それでは次見ていきましょう。3つ目はディビジョンニードルです。はい。この黄色いね、蜂みたいな感じのやつですね。それでは早速開けていきましょう。中身を取り出すとこういう感じになってます。で、これ変形するので、その変形のさせ方もね、こういう感じで別紙で載ってますね。はい。で、説明書はこういう感じになってます。それでは次見ていきましょう。ということで次はナンバー4、バリアブルシャークハンターです。はい。ということで、こういう感じになっております。それでは早速開けていきましょう。中身を取り出すとこういう感じになってます。そしてこれも変形するので、その別紙で変形の手順が載ってます。そして説明書はこういった感じになってます。それでは次見ていきましょう。それでは最後ナンバー5、バリアブルシャークレスキューを見ていきましょう。で、これさっきの、はい、バリアブルシャークの色違いですね。こういう感じになってます。はい、それでは早速中開けていきたいと思います。中身を取り出すとこういう感じになってます。違うのはこのランナーの色とこのシールの色くらいですね。はい。で、説明書はこういう感じになってます。ということで、全て完成したので並べるとこのような感じになっております。ということで、まずはこのバスターギガラプトから見ていきましょう。バスターギガラプトの見た目はこのような感じになっております。いや、で、今回のアニマギアでめちゃくちゃすごいのが、全てにギミックがあるっていうところですね。で、今回のこの、ね、バスターギガラプトのギミックはというと、この、ね、なんか、こう、方針みたいなとこあるじゃないですか。これが、はい、こうやって、畳むことができるっていうね、感じになっております。いや、他のやつはね、もっとすごいんですけど、この、バスターギガラプトのいいところはこのスタイルですよね。よくこのね、アニマギアのこれを使って、このラプトル系のね、こういうね、姿勢とかをやりましたよね。っていうのがめちゃくちゃ面白いですね。で、この口開くときも、この下顎じゃなくて上顎の方を動かすっていうね、ところがまた面白いのかなと思いますね。で、このバスターギガラプトなんですけど、はい。公式サイト見ると説明が載ってます。はい。高い火力と広い射程範囲を持つ強力なバスターキャノンを背面に装備したベロキラプトル型アニマギア。脚部の鋭い爪と巨大な尻尾を生かした格闘戦も得意とする。戦闘におけるセンスは抜群に優れており、ガオーにとっては師匠のような存在でもあるっていうことでね。めちゃくちゃかっこいい。この緑っていうのがね、もう最高ですよね。もう恐竜みたいな。最高ですね。こういう感じになっております。結構この可動もね、すごいグリグリ動くんですよ。っていうので、めっちゃ良くなっております。で、この目のところがゴールドの塗装ですね。はい、ってことで、次は、
これですね。ブレイドボルガ見ていきたいと思います。ブレイドボルガの見た目はこういう感じになっております。はい。で、これも目のところが塗装になっております。で、これですね。をつけるとより安定して立たせることができます。うん。はい。で、これがね、今回ちょっとすごい。本当に。うん。いや、全部すごいけど。まずこの尻尾のこれあるじゃないですか。これをね、まずちょっとね、取り外します。はい。で、これ何がすごいかって、このクナイみたいなやつがあるじゃないですか。うん。なんかちょっと忍者っぽいですよね。うん。このクナイがあるんですけど。はい。ということで、このクナイすべて取り外しました。で、このクナイをね、これにもつけられると。うん。はい。これにね、はい、つけて、でかい手裏剣みたいにすることができて、これを、はい、ここに取り付けることができるっていう感じになっております。さらに、これはね、こうやって外して、この口ですね、のところに加えさせることもできるよと。いや、どんだけね、この一体でどんだけ遊べるんだと。うん、一粒で何度美味しいんだっていう感じですね。うん。っていうので、もうほんとこれは無限の可能性がありますね。いろんなところにつけたりとか、うん。できるので、またすごい面白いなと思いますね。はい。ブレイドボルガ。で、これも公式サイト見ると、説明が、安定した性能のバランスを保有しつつも、優秀な脚力から速いスピードを生み出す狼型アニマギア。暗視装置と GPS が搭載されており、夜間戦闘を得意としている。温厚で礼儀正しく誰にでも敬語で喋る紳士的な性格。なんか忍者っぽいですよね。ちょっとこういう、うん。誰にでも敬語とか礼儀正しいとか、この和の心持ってますよね。うん。っていうのがね、狼なのにね、そういう礼儀正しいっていうところがまたいいですよね。うん。アニマギアってこの、ね、説明も一緒に楽しめますからね。はい、ってことで3つ目。見ていきましょう。ディビジョンニードルです。はい。それではディビジョンニードル見ていきましょう。こういう感じになっております。はい。で、これも、この棒をつけることによってより安定させてね、立たせることができるよって感じなんですけど、ちょっとこの見た目やばくないですか？何この見た目ちょっと、ね、本当に。右手がね、なんかシールド剣、銃みたいな。で、左手、はい、このニードル。めちゃくちゃかっこいいじゃん、これ。うん。で、羽もついてるっていう。うん。最高すぎない？この見た目。うん。はい。で、こいつがね、どういったギミック持ってるのかっていうと、変形ですね。うん。蜂に変形させることができます。っていうので、やっていきます。まずはパーツを取り外します。ということで、パーツを取り外すと、こういう感じになってますね。めちゃくちゃね、取り外すっていうね。うん。そして、この取り外したパーツを、こう、組み合わせていくっていう感じになっております。それでは、組み合わせていきましょう。はい。ということで、これが、インセクトモードになります。どうでしょうか？こういう感じになっております。ちょっとね、うん。いや、インセクトモードになるのは面白いんだけど、この余ったこっちどうするっていう話なんですよね。うん。これが、こう、すべて、こう、パーツを使って、こう、インセクトモードになるとかならまだいいんですけど、これ、ちょっとね、結構パーツ取り外さなきゃないし、あと、結構取り外しにくいパーツとかあるんですよね。ここの腕のとことか。うん。なので、ちょっとね、もう、一回だけかな、この変形させるのはっていう感じはしますね。ちょっと変形がさせにくいかなとは思います。はい。ということで、この、はい。ディビジョンニードルの説明見ていきましょう。頭部パーツに搭載されたレーダーによる探索を得意とする8型アニマギア。右腕にはキャノン、左腕にはドリルのように回転する針をそれぞれ装備。やんちゃでいたずら好きな性格で、同じく昆虫型アニマギアの武蔵をライバル視している。ということで。そういう感じなんですね。過去のキャラクター、以前出たシリーズ1とかのキャラクターとこう、織り交ぜてる設定っていうのがまた、いいですよね。うん。ほんと、いろんな設定が浮かびますよね。うん。はい。っていう感じになっております。それでは、次。バリアブルシャークハンター。
はい、見ていきましょう。こういう感じになっております。そして、バリアブルシャーク。レスキューも一緒にちょっと見ていきましょう。同じ型なのでね。はい、こういう感じになっております。はい。色が違うだけで全然違いますね。いや、どっちもほんといい色しているんですよね。で、これ口がね、開閉しますよと。はい、こういう感じで。口が開閉します。はい。で、やっぱりこいつらが一番すごい。今まで見てきた中で。何がすごいかっていうと、この全てのパーツを使って変形するよってところなんですよ。っていうので、このバリアブルシャークをロボットモードに、はい、ヒューマンモードですね。はい、やっていきましょう。はい。で、まずはね、この取り外すんですけど、まずはこの顔を取り外す。はい。そしてここもですね、この下のパーツも取り外す。はい。そしたら、あとは、あとここですね。ここのパーツ。見えにくいんですけど、このパーツも、はい、取り外します。はい。で、あとは、このように、まずは、この下半身を回転させると。はい、そして足をこっちに向けて、はい。そして、ここですね、肩の部分を、取り外すっちゃ取り外すんですけど、この向きに変える。はい。反対側も、この向きに、はい、変えますと。そして、これですね。取り外したこれを、ここの部分、腰の部分に取り付けると。はい。そしたら、これですね。これを左腕に取り付ける。で、最後にサメの顔を胸に取り付けて、頭をグッと出したら、はい。ヒューマンモードの完成です。ということで、それぞれヒューマンモードにすると、このような感じになっておりまして、これでね、はい、より安定感を持って立たせることができますね。はい、っていう感じになっております。いや、これ本当にね、すごいのがもう全部のパーツ使ってるっていう、さっきの、蜂みたいに、こう、どっか取り外したやつだけ使ってとかじゃないんですよ。全部使ってる。で、取り外すパーツも最小限に抑えられてるっていう感じですね。っていうのがね、めちゃくちゃいい。そしてかっこいいですよね。こう、非対称になってるところとか、この足とかね、非対称になってて、で、この左側になんかちょっと重心寄ってる感じ。こっちにこうシールドついてたりとか。っていうのがめっちゃいいですね。で、胸にサメの顔っていうね。もうかっこよくないわけがないですよね。こんなん。で、やっぱりこのアニマギアのいいところなんですけど、こう同じ型のもの、があっても、めちゃくちゃこう差別化がされてるっていう。この色とか、この目とかね、見ていただけるとわかると思うんですけど。それでは、この設定見ていきましょう。まずは、バリアブルシャークハンター、こっちからですね。はい。サメ型のアニマルモードから人型のヒューマンモードへの変形機能を搭載しているアニマギア。もともとはレスキューとして救助隊に配備される予定だったが、部隊専用の赤いニックカウルを拒否したため除隊。現在は海の魚たちを守るため悪い密漁者を退治しているのだが、誤って一般市民に迷惑をかけることも。いや、何この設定も最高すぎるでしょ。いや、このね、バリアブルシャークハンターにしっかりとこう自分の意志があるっていうのがすごい伝わりますよね。赤いニックカウル嫌だから、こうね、この自分のね、専用ニックカウルにして、魚たち守るって。で、一般市民に迷惑かけちゃうって。いや、可愛すぎるでしょ、こんなん。いや、こういうほんと設定が楽しめるんですよね。で、次、こっちのレスキュー見ていきましょう。はい。水中での高い汎用性が評価されたことをきっかけに、川や海の事故に対する救助隊に配備されたアニマギア。正義感が強く真面目な熱血感。同時期に生産されたハンターを兄として心から慕っており、海で迷惑行為を続ける兄を改心させるために説得を続けている。あ、これ兄弟っていう設定なんですね。そういうことなんですね。はい。こっちは魚を守って、こっちは人を守るみたいな。でもどっちも海に関係しているよっていうところがいいですね。やっぱ赤だから熱血って感じなんですね。で、
海で迷惑行為を続ける兄を改心させるために説得を続けている。けなげ、本当に。でも兄も兄でさ、その、ね、魚守るためにやってるからね。ちょっと人間のエゴにね、こう付き合ってらんないっていう感じなんでしょうね。いや、どっちもね、いい。本当に。優しい。っていうのがめちゃくちゃいいですね。ということで、今回のアニマギア第2弾のレビューいかがだったでしょうか？いやー、マジで第1弾と比べてめちゃくちゃ進化してますね。っていうので次の第3弾もすんごい楽しみになりました。っていうので、やっぱギミックがね、それぞれあるっていうのが面白い。やっぱこの組み立て、の楽しさ。で、こうギミックで遊ぶ楽しさ。で、単体でも遊べる。で、こうやっていっぱい買うことによって、さらに組み替えて遊ぶっていう遊び方。っていうね、さらに、あと設定ね。公式サイトの設定見て、あ、こういうキャラなんだっていうのを知っていくっていうね。っていう、めちゃくちゃね、こうアニマギアは楽しめる、本当に。これがね、食玩で、300円で発売していいのかっていうね、感じがしますけど、めちゃくちゃ本当にプレイバリューいいと思います。で、個人的にこの、蜂がね、一番気に入りましたね。いろいろ遊んでて。はい。めちゃくちゃポーズが決まる。これとかだと結構肩とかね、あんま動かないんですけど、これめちゃくちゃ動く。で、これ尻尾。これ本当は肩の後ろにね、こうつけるパーツなんですけど、こう、なんか、蜂の尻尾みたいになるっていうのが、めっちゃ可愛い、これ。っていうオリジナルのね、はい。変形とかもさせてみても面白いんじゃないでしょうかってことで、今回のアニマギア第2弾、こういう感じだったので、気になった方はぜひ手に取ってみていかがでしょうか。